この話って何なのかというと、その、ランクを上げたいとか、強くなりたいって話なんですよ。難しいことがその時に悪なのかっていうのが違くて、難しいことをやると、簡単にランクが上がるんですよ。で、逆に、簡単なことやると、その、上手くなれないからあんまり、その、ランク上げるの難しくなるんですよ。で、俺は、効率的に見た時に難しいことをやった方がいいの。だって結果的に、ランクは上がりやすくなるから、それができた時に。あとね、多分難しいことをやってランク上げる方が結構理論的。あ、いいアトラシですね。そうですね。どうですか？飛んでくるでしょ？飛んでくるでしょ？ね。飛んでくんの？どうすんの？はい、いいアトラシですね。もうね、もう嫌な気持ちになってきた。もう嫌な気持ち。じゃあもう、無限だ。だけど、これアトラシでダメージ出てるでしょ？こっちのね、ドライブゲージがどんどんなくなるっていう部分がありますからね。ってことは、俺が次何をするのかって言ったら、じゃあ、撃ってくるんだ。ってことは、もっと痛いので殴りましょうねって話。次、スピンナックル来たら、しゃがみ中パン打っちゃおうよって。球嫌なんでしょってことは、スピンナックル打ってくるから、しゃがみ中パン打てばいいってわけ。ね、こう球打てばね。まあいいの。いいので、まあね、来るよね、これリーサルパンチ。お疲れさんです。まあミスっちゃうんですけどね。っていうわけ。で、相手のドライブゲージが多い時とかは、やっぱ、こう、来なかったりもするわけよ。ね、これ弾撃つ。ね。弾撃つ。弾撃つ。来る。来ないで、ラッシュも来るよね。ってことは、ラッシュにもオーディショールで、ね、もう、ジャックナイフで勝ち、もう、これ。だってもう見えてる。で、もうほら、アトラシですよ。これアトラシね。これ、何段ってするかって言ったら、こういう動きができるから。こう、弾撃って。で、スピンナックル来て。スピンナックル来たら勝ち。スピンナックル来たら勝ちよ。スピンナックル来たら勝ち。スピンナックル来たら勝ちよ。スピンナックル来たら勝ち。スピンナックル来ない。じゃあもう行っちゃおうかな、みたいな。で、散々待ったんだから、その、相手も、こう、攻めてる相手に自分から攻める方がやっぱ通りやすいんだよね。攻めってやっぱ防御力なく使う。俺これ待ってるから、ラッシュとかの勝ちよ。ラッシュとかね、もう、ラッシュとか来たら勝ちね。はい、ラッシュでも、はい、スピンナックルでも、はい、踏み込んでしゃがみ中継打ってください。今の相手は、踏み込んで投げとか、踏み込んでしゃがみ中継とか打たないと、ラッシュとか打たないともう無理だ。やってること大げさにやってる感じ。そうだね。正直、多分、実力差があったりすると、その、攻めた方が俺は多分簡単に勝ってっちゃう。受けって、その、強いんだけど、その相手の、その、みんなさ、攻めって練習するじゃん。で、さっきの人もそうだけど、やっぱ攻めって上手いのよ。だから、相手の上手いところの土俵に乗っかんないといけなくて、それより、なんか相手の受けって結構下手な人が多いから、それをつく方が、俺は結構簡単に勝ってっちゃう。安定して勝つっていう点で見たときには、こう、どうなのかなっていう。エドのマッチはね、やっぱ DJ の方ができたら強いよ。やっぱり DJ って攻めキャラだから、その、待つの知らないんだけど、その世界観みたいな感じ。で、エドは、俺逆に結構攻めてるんだけど、やっぱエドってマッチキャラだから、攻めてくるエドにやっぱギャップがあるんだよね。攻めてくるので、そういうのはやっぱすごいね、勝てる要素の一つなんだよね。やっぱ相手のね、ドライブゲージがなくなったら、こう、結構攻めるの偉いよね。ソバットとか結構当たりにくい。その、前歩きに対してはね。で、弾を撃つと、嫌に、ファランクスとか、撃ってくるから、ファランクス撃ちたいよね。ファランクス撃ちたいよね。今ね、俺がうまかったらね、返してるからね。ファランクス撃ちたいよね。すごいな、もう、本当に。分かってて返せないのはもう、すごいよ、もう。無理じゃん。だからこういうところの精度を上げていくと、どんどん上手くなりますよって感じなの。これもう、垂直待ってんの。垂直、マイジャンプ来たらスライディング打つよって、これ待ち。これ、相手のマイジャンプ待ってるよ。はい、みたいな。ね、アトラシ成功。はい、アトラシしますよ。飛んできたらじゃあ、ブーン、みたいな。相手からすると、待ってるのみたいな。どうしよう。だけどいきなり攻めてくる DJ 強いみたいな。で、歩きに対してスパッ強い。で、これはスライディング強いね。これスライディング強いからね。これ待って。寄ってくるならそばっと。そう。どうすんのみたいな。もう早すぎて、その、いつ攻めてくるかわからない状態から来る方がやっぱり強いんだよね。
待ってるとあんまやってこないの。待ってると。だから待ってた時に、その待ちの価値があるかどうか。例えばこれってさ、ドライブゲージが少ないじゃん。だから待つの偉いんだよね。ドライブゲージ回復できるから。たまに弾撃って、じゃあ待ちましたよみたいな。で、弾も強いねみたいな。弾強いねみたいな。で、もう相手の方がドライブゲージがない。同タイムで回復したら、これ逆に結構行くの偉いの。でね、またね、こうある程度ちょっと置き攻めして、ドライブが少なくなったから、また垂直、前ジャンプ待って、ね、今前ジャンプね、待ったんだけどね、返せないっていうのはね、これは僕の問題ですねっていうね。あ、これバーンとね、してみたみたいなね。してみた、テストみたいなね、そういう感じですね。まあ、すごいかシンプルに考えてほしいんだけど、実力差があるとするじゃん。自分の方が強いとするじゃん。99秒戦った方が実力差出るよね。このゲームって攻めるとさ、20秒とか30秒で終わっちゃうのね。30秒でさ、終わる試合とさ、99秒かけた試合ってさ、実力差ってさ、絶対99秒かけた方が強くなるよね。まあ、みたいな感じです。ちょっと理解しました。今あなたは、牛さんです。もうっつってさ、音継ぎしてるんですよ。対戦ってそれのハイブリッドなんですよ。その、自分で攻めてダメージ取るのと、待ってダメージを取るみたいなのを、2つ合わせて勝率ってすごい出るんですよ。これ理由は、攻めてるだけだと、相手が受けの攻撃ばっかしかしてこなくて、きついみたいな。で、待ってると、そもそもじゃあそういう風に攻めませんよみたいな感じで、ダメなのよ。で超分かりにくいダメージの取り方をするというね。強くなるため方向性、そうなんです。ただ、今まで勝てた相手に勝てなくなりますよ。後出しをするってことは、その相手をちゃんと見て、相手の攻撃に対して答えを出さないといけないんですよ。グーを出してくる相手にパーを出さないといけないんですよ。それってすごい難しいの。今って、竹グーで、チョキだったら勝ち。パーだったら負け。めちゃくちゃ簡単なことやってるんだけど、次やることは、おし、グー来た。パー出そう。だけど、対応って難しくて、グー来た。なんも出ない。みたいな感じで、めっちゃ殴られるから。なんかずっとグーでぶん殴られる。それができるようになるとね、いいんだけど、そこまではやっぱ結構むずいんだ。だから受けって結構初心者に教えないんだよね。ストリーマーとかにもそうだけど、受けを教えてる人っていないんじゃないかな。で、今のさ、釈迦さんとかさ、ああいうところまでやってる人とかには、こう、受けでダメージ取れましょうねみたいなのってあると思うんだけど、初心者隊とかにはもうほぼ言わないよね。もっと自分から前ジャンプした方がいいですよって、前ジャンプしてコンボ練習しましょうねって。MR1800 くらいまではひたすら攻めを決めた方がいい説ないですか。説で言うとそれはそうかもしれないですけど、いろんな幅があった方が絶対いいですよ。逆に言うと、受けないで 1800MR 上がるってことは、やれることのミッションをクリアすると MR が上がるっていう考え方を持ってほしいんですよ。勝ったから MR が上がるんじゃなくて、対空出るようになったから MR5 増えましたとか、コンボできるようになったから MR5 増えましたみたいな感じで、何か自分ができなかったことができるようになったら MR が上がっていくっていうように考えてほしくて、攻めだけで MR1800 に行ったってことは、そこで止まった時に、受けの部分のレベル上げを全くしてないじゃないですか。後出しの部分。でそこをやった時に多分超簡単に上がると思う。ただ基本的に俺教える時って、やれてないことを増やすようにしたいと思ってるんですよね。あとね、勝つための話っていうのも、ある程度ランクが上がっちゃうともう多分ないんだよね。初心者がね、勝つのにはさ、もうなんかもうこれやってくださいってなるんだけど、もう1800とかまで行くと、もう基本なんかできるんだよね。多分教えてもすごいむずいんだよね、そっからは。もっとなんかすごい細かいところの、こういう部分。もっと言うと、このキャラクターのこの技に対してのなんか、ぬるいよね、みたいな。